ハンドメイドきよちゃんです。今回もこちらのルフティーをご紹介します。色は今回はレトロチャコールグレーになります。重さは約 30g。糸長が 120m になります。材質ポリエステル 100% の糸で、標準ゲージは10センチでメリヤス編みで25目35段になります。今回かぎ針は5号針を使用します。こちらの糸はよってなくてリリアン状の糸になります。はい、光沢があって高級っぽい糸になります。編みにくさも特になくて普通に編めました。模様編みはこちらの模様編みになります。はい。ちょっとこの葉っぱみたいな感じとこの額っぽいこの編み方が可愛く出たと思います。こちらの模様編みのゲージ紹介すると、だいたい目数がの模様が、2つ半くらいで10センチになります。はい。なので10目1模様になるので、だいたい25目ぐらいがゲージになります。段数で言うと2段で1模様になるので、だいたい1、2、3、4、5、5つの模様で10センチなるので、10段で1模様になります。なので25目10段がこの模様のゲージになります。では早速編み方をご紹介します。はい、では編んでいきます。編み地になると黒っぽい糸だと見づらくなるので、このピンクで編んでいきます。3.0mm の5号針を使用します。針に糸をかけて、このように輪の中に通して絞ります。そしたらここから鎖を編んでいきます。作り目になります。1、2、3、はい、21目編んできました。10目で1模様になります。10目の倍数プラス1目で、編み地を編んでいくので、21目編んできました。はい、そしたら立ち上がりで鎖1目、立ち上がったら細編みを編んでいきます。この今編んだ鎖じゃなくて、隣の鎖裏山を拾って細編みを編みます。この鎖の裏側のポコッとしたこの糸を拾って細編み、これで21目編んでいきます。最初の目にマーカーを入れておくと分かりやすいと思います。21目編んできました。そしたら、模様編みの1段目、立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して細編みを2目編みます。はい、そしたら針に糸をかけて長編みの2目一度編みます。1、2、3目飛ばして4目目のこの細編みのところに長編み、ちょっと糸をこう引っ張って長編みの未完成を2目編みます。最後に
針に糸をかけて3本引き抜いて、これで長編みの2目一度が編めました。そしたら鎖を編みます。3目鎖を編んだら、また長編み2目一度。1、2、3で鎖。あと2回。はい。鎖3目。長編みの2目一度。はい。そしたら3目飛ばして4目目細編みか。細編みを3目編みます。2、3目。1目ずつ3目細編みを編んで、1、2、3、4目目繰り返します。長編み2目一度、鎖3目、これを4回編みます。はい。2個目。3個目。1、2、3。最後。はい。1、2、3目飛ばして、細編みを最後2目で終わる形になります。はい。2段目、鎖1目編んで、最初の目、細編みを編みます。マーカーを入れておくと分かりやすいです。そしたら、ここに側に細編みを2目入れます。この鎖のところに2目、細編みを編んだら鎖を3目編みます。そしてまたこの穴のところに側に針を入れて細編み2目編みます。そしたら次のところは細編み2目編んで鎖を2目で終わります。こちらは3目でしたけど、ここの真ん中のところは2目鎖で細編み2目、こちらは細編み2目編み入れて鎖3目編んで細編み2目。はい。このように編んでいきます。そしたらこの細編み3目の真ん中に細編みで留めます。次、またこの鎖の穴のところに細編み2目、鎖3目、細編み2目。次のところ細編み2目、鎖2目、細編み2目。はい、次のところ細編み2目、鎖3目、細編み2目。はい。で、最後、ここ、細編み2目のところの最後の目、細編みで留めます。はい。そしたら、3段目ですね。鎖3目。これ、緩めに編みます。はい。
3目立ち上がったら、この目と同じ編み方ですが、ここの鎖2目の頂点のところのこのピコットみたいな、ここの鎖2目のところに針を入れて、この編み方を編みます。長編みの2目一度で鎖3目、同じところに4回2目一度編み入れます。1、2、3、長編みの2目一度、1、2、3、2目一度、はい、4回編み入れたら、また、この谷のところですね、扇の部分の谷のところの細編み1目で留めた、ここのところに針を入れてぐーっと引っ張って長編みを編みます。繰り返します。はい、長編み2目、1、2、3、はい、1、2、3、1、2、3、はい、このように編み入れて、最後このマーカーのところ、長編みをぐーっと引っ張って編みます。はい、そしたらこの模様編みの2段目と3段目の繰り返しです。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、細編みのところに長編みのところに細編みで留めて、同じです。細編み、この鎖のところに細編み2目、鎖3目、細編み2目、次の鎖、細編み2目、鎖2目、細編み2目、この頂点のところは鎖は2目です。次、鎖3目、細編み2目、そしたら、最後鎖3目で立ち上がった3目目の、ここ、このように鎖部分をこうやって拾ってもいいですし、の鎖の1本と裏山でこうやって、編んでもいいですし、どちらでもいいので細編みでこのように留めます。はい、そしたら繰り返し編んでいきます。鎖3目、チャプターを見て編んでってください。真ん中、一玉を、編んだのがこの編み地になります。だいたい40センチ幅で、16センチ、ここの谷のところだと15センチぐらいになります。一玉でこのぐらい編めます。ちなみにダイソーさんのこちらのアクリル系糸、中細糸で同じ5号針で
編んだものがこちらになります。はい。だいぶイメージが変わります。ベージュで編んで、この冬糸というか通年糸、いわゆる毛糸で編むとこういう感じになります。ここの鎖目、ピコットみたいなところを3目で編んでますが、2目にした方が透かし模様っぽくなるかなって思うんですけど、これはこのままでもいいかもしれないんですけど、ご自由にアレンジしてみてください。はい。こちらの同じ5号針でもこんだけ模様編みの一模様のサイズが変わります。はい。1.5 倍ぐらいは違ってるかな。段数も目数も。なので、一回ゲージを編んでから、こちらで編む場合もそうですけど、大きさを失敗しないようにするには、やはりゲージを取ってから編んだ方がいいかなと思います。ストールやマフラー、バッグの模様なんかにも応用できると思います。ぜひ編んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。